皆さん、こんにちは。古谷敏です。YouTube チャンネル、古谷敏の夢道 TV、始まります。今日はいろいろとお話をさせていただきますけれども、まず、ウルトラマンで大変だった時の怪獣、それと怪獣の中に入っていただいた、スーツアクターの方、それから、ネロンガの特撮風景、そして、先輩と後輩、そんな話を、今日はさせていただきたいと思います。どんな話になるかお楽しみに。それでは今日のパートナーです。はい。はい。ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。皆様、ライターの早川勝です。今日よろしく もよろしくお願いいお願いしたします。ます。はい。で、B さん、今日のおはい。題なんですけれども、ええ。ちょっとネタバレしてしまいましたが、あ、今回は、うん。ネロンガ。ネロが。はい。はい。ずっとこれまで、ういろいろん。な他の話題も織り交ぜながら、はい。グリーンモンス、バルタン星人と、最初のウルトラマンクランクイン、飯島敏郎監督の3はい。本を振り返ってきて、ついに残りの1本となりま一本。した。そうですね。はい。これがまた、3本目にですね、えウルトラマンと怪獣との格闘、は、戦い、アはクション。い。いよいよ。こんな風になるとは僕は思っていなかったんですよね。要えするに僕はもうお引き受けするときに盾とかアクションとかボクシングとか柔道とかそんなことをやったことないんで、えダメだと思いますからこの役は下ろさせてくださいみたいなね、そんな話をしてるさなかにですね、この、すごい大怪獣がね、出はい。てきたっていうのはちょっとう僕にとっん。てはね、怖かったですね。それも、いや、それをね、うん。やっぱりもうゲスト俳優ですよね、これもまた。そうです敵役を。よ。そうですはい。よ。ね、今まで、それまでの、はい。クランクインバルタンして、星人、はい。ね、それから、グリーンモンス。グリーンモンス。これはそんなにアクションはなかったですからね。そうですね、そういう意味では。バルタン星人は双円のウルトラマンとバルタンの空中戦がメインでしたし、うん。グリーンモンスは、中村春吉さんがそうですよね。中に入られて、入って、おまけにでも片手はこうあるんですけども、片方の手はグリーンモンスのこの花弁をこう動かすみたいな、非常にこの形が不定形のような、そう。で、こんなの取っ組み合いは、はなかったですからね。楽だなと思いましたけど楽と言いますか。ね。その、グリーンモンスはこう、毒花粉で攻撃してくるっていう。そうです、そうです。だからあまり触れ合わないうん、ところが、いよいよ来ました。ねえ、こ最初の試れは練じゃないですか。すごかったですね。今はい。思うとね、やっぱり、ウルトラマンと怪獣とのアクションの一番最初ですからね。そうですね。これで大体決まったような、そんな感じしましたね。はい。ウルトラマンうん。の、こはい。の、クライマックスシーンの作り方の最初のそお手本といいますう。か、そうです、パイロットそうです。的なうん。シーンといいますか、話数にねえ。話になったわけですね。でもね、これで一番大変だったのはですね、まず、ネロンガのね、スーツに入ってくださる方、ねええ、これが東宝撮影所の演技科の控え室、要するにロッカールーはい。ムがある部屋に、その大先輩の中島春夫さんって方がいらっしゃる。いやいや、もこの中島春夫さんは、ゴジラのう、はい。ぬいぐるみの中にうん。入った第一号の役者ですからね。え
ほんで、ゴジラ、中島春夫っていう、そういうすごい方なんですよね。いわゆる本当に本編の、はい。いわゆる映画ので主役の怪獣を演じてこられた。そうなんですよ。そのはい。方を呼んでね、ネロンガに入ってウルトラマえンと戦わせるというね、すごい僕にとっては試練ですよね。は、俳優の、要するに控室では大先輩の中島春夫さんがいらして、で、今回ネロンガでは僕がウルトラマンをやって、先輩の中島さんがやられる方のネロンガに入る。これはね、どう考えてもね、怖いですよ。そうですうん。ね。本当にそれまで経験があれば、うん。立ち回りとか、はい。アクション映画とか、はい。そう、いきなりこういう現場にね、そうなんです。それで、この、で、ウルトラマンとネロンガの戦うシーン、要するに盾をね、的場さんがつけなきゃいけなかったんですよね。要するに本来は、はい、特撮の監督ですか監督です。らね。で、その段階になって段取りを全部つけて、さあやりましょうかって時に、僕は、立石じゃないよってね、的場さんからクレームが来て、それではたと困ってしまってね、その時は、飯島さんもいらっしゃったしね、え高野さんもいらっしゃっー、うたしね、んで、高専やる中野さんもいらっしゃいましたしね、もういろんな方が全部集まって、本格的なウルトラマンとネロンガンの戦いを、もう、要するにいろんな方が見に来てるわけですよね。そのえ担当者以外にー、ね。えそんなんで、じゃあやりましょうか、つって、たら、俺、立石じゃねえから、っー、うて言うんでね。ん、それで、飯島さんと高野さんと話してて、で、まあ、これはその時の運の良さかもしれませんよね。要するに、盾を専門にやった怪獣の大御所の中島春夫さんがね、いらしたって、これはね、やっぱりね、その偶然が重なったのかもしれませんけどね、え別にウルトラマンにとってはラッキー、うーでしたよね。ん、あ、じゃあ俺がやるから、じゃあみんなでちょっとやってみましょうよ。つって中島春夫さんがね、もう先頭立ってね、うん、で、やるわけですよ。えで僕はもう全然やったことないー、はし、い、で、グリーンモンスターってね、そんな戦ってないし、バルタもやってそうですないし、ね。大丈夫かなみたいなね、嫌だな、みたいなね。で、まあ、要するに、中島さんは後輩の古谷だからね。えで、古谷な、要するに、ウルトラマンは主役なんだから。もう、最初にボコボコやられても、最後はかっこよく終わる。それー、がうん、主役だから。そういうふうに、うまく立ち回りをできるようにね、俺がちょっとやるからってやって言ってくれて、でも、それで、盾になった時にね、じゃあ古谷君、俺がこう動くから、今度お前がここのところを思いっきりこれを引っ叩けとかね、え思いっきり蹴飛ばせとー、かね、え思いっきり投げるとかね。でもね、投げるしてもね、投げられないんですよ。相手は重いんですかー、ら。そうですね。はい。でも、先輩は平気で、もうこうやれ、投げるうん、うってん、言うんです。僕にとっては投げるどこじゃないです。重くて。まあ、ね、ネロンガの元になったのは東宝の映画でバラゴンって怪獣なわけですけあのど、でかいのまあ、やが。はり映画用の怪獣ですからね。そうですそれに、よ。だいぶ、この肉厚にして熱い改造をです。ちょっとしてますから。投げられないですよ。投げられませんよ、先輩しても。大丈夫、やれ、つって。で、最後まで、要するに、ウルトラマンはやられるんだから、もうボコボコに俺はするから、我慢しろっつって。うん。我慢しろっつって。まあ、相手はね、すごい肉厚で、手もえ厚いし、えでもね、手も大きいし、足も大きい。で、それで蹴られたりね、殴られたり。
僕の方は何ミリかの薄い生地ですからね。ですからね。で、手だってシーツ用の手袋の薄いやつですから、もう直接と一緒ですよ。そんなんでね、戦ってればね、でもこれはやっぱりね、怖いですよ。え本当命がけでやりましたけどね。でも中島さん曰く、もう真剣にやらないと怪我するから、真剣にやれっつってた。どこまでが真剣なのか僕そこまで分かんなかったし、まあそんななんだかんだで、まあアクシデントがあったけれども、中島春夫さんが作ってくれたみたいなね。えそれが本音ロガなんですようね。んだから、よく終わって、最近ね、ウルトラマンが一番、戦いにくかったのは、どの怪獣だとかね、えどれが怖いはい。方ですかねとかね、いろいろ質問来るんですよね、トークショーやってるとね。いつも答えるんですよ。一番怖いのは中山さんだった。やっぱり最初ですからね。ネロンガで何にもわからないそのネロンガとの戦いがね、僕にとって初めてだった。で、それはやっぱり怖いし、本当恐怖ですよね。だから命がけの現場の撮影。